皆さんこんにちは。座京都のゆうごです。今日は12月の5日、今南禅寺に来ています。南禅寺は、4日前ぐらいに撮影来て投稿したんですけど、そこからねあんま変わってないとは思うんですけど、今日はだからちょっと南禅寺に来てるんですけど、実は南禅寺の撮影とはちょっと違う企画を考えてまして、南禅寺からね銀閣寺まで歩く散策のコースがあるんですよ。そこをね歩きながら、南禅寺、永観堂の前通って、哲学の道で最後に銀閣寺に行ってみたいと思います。このコースちょっと紹介したいなとずっと前から思ってて、っていうのもやっぱり結構ね南禅寺が綺麗だから南禅寺に来るっていうのは分かるんですけど、なんかその南禅寺行ったら次じゃあ清水寺行ってってすごい移動が大変じゃないですか。で清水寺行ったら次はじゃあ最後、二条城行ってとか、結構すごい公共交通機関使っても移動が大変ですというところで、一日京都をね散策する時間がある方に向けたもう移動しなくてもね回れる一日散策できるコースを提案したいなとずっと前から思ってました。でこの南禅寺、永観堂、哲学の道銀閣寺のこのコースはですね、結構もうこのコースだけで丸々1日使っちゃうんじゃないかというくらいのボリューム感です。なんでぜひ京都に観光に来られた方でもう公共交通機関で移動してる時間がもったいないから、もう一筆書きでね南禅寺から特に移動もせずに、公共交通機関使って移動もせずに徒歩だけで行けるコース知りたいよと思っていた方、今日の動画はすごい参考になるんじゃないかなと思います。というところで今は、京都市営地下鉄京上駅で降りまして、南禅寺に向かってます。南禅寺に行く途中の道中なんですけども、ここもここでまた綺麗な紅葉もみじがあったりとかするんで、足を止めて見たくなると思います。というところでまず一つ目のスポット、南禅寺の門に到着しました。もう南禅寺はもう今完全に見頃です。真っ赤です。どうせなんでちょっと南禅寺の中を通って、南禅寺の、4日前に撮影もしたんですけど、南禅寺の中の様子も見ながら通り過ぎていきましょうか。南禅寺は1時間ぐらいあれば見切ることができます。この入り口のもみじも綺麗ですね。でももう南禅寺も散り始めています。最初にね赤かった方から徐々に散っていってて、でもまだもう少しいけるかなという感じですね。これから行く永観堂と銀閣寺は今回の動画では中は入りません。今回はその紅葉のね散策ルートを主に
フューチャーして動画を作っていきたいと思っているので、中は特に見て回らずに散策コースをね歩いていくという風な動画にしていきたいと思ってます。やっぱりあれですね、この前まで赤かったもみじとかが緑だったもみじが赤くなってかなり綺麗な状態になってますね。こうやってもみじが散って苔の上に落ちて、これがまた秋の色を感じさせてくれています。4日前とあんまり状況は変わってないですけど、強いて言うならちょっと散り始めているかなというところです。というところで、ひとまず今回の動画では南禅寺を抜けたいと思います。南禅寺のね11月30日時点の紅葉状況の動画は概要欄に貼っておくので、そちらを参考にしてください。このね、先から南禅寺、永観堂、哲学の道、銀閣寺と、そういう散策コースを紹介したいと思いますっていう風な話をしてるんですけども、途中でね僕が大好きな隠れ家的なお寺も紹介したいなと思ってるんで、ぜひ動画を最後まで見てみてください。でもやっぱ綺麗ですね。南禅寺のもみじは本当に完全に今が見頃です。今は南禅寺を出まして永観堂の方に歩いて行ってます。永観堂も結構今が多分完全に見頃迎えておりまして、永観堂もね11月30日に撮影行って動画にして投稿してるんですけど、かなり今いい感じの見頃を迎えてるんで、ぜひそちらもね概要欄に貼っ付けておきますんで、ぜひ見てみてください。南禅寺から永観堂まではだいたい歩いて3分とか4分とか、それくらいの距離だと思ってください。この建物もすごいですね。なんか野村って書いてあるんで、おそらく日本の野村ホールディングスの創業者さんの建物なんでしょうか。実は夏にもこの南禅寺、永観堂、哲学の道、銀閣寺のコース散策しまして、そこはねその時はまだ夏だったんで緑のもみじがたくさんだったんですけど、夏も夏でねかなり綺麗なので、ぜひ皆さん夏にもこのコース歩いてみてください。という話をしていたら永観堂の出口に到着しました。ここは出口なんでここから入ることはできないんですけど、やっぱり永観堂今綺麗ですね。ただどんどん先端からもみじが散ってきています。もったいない。本当に今金閣寺じゃない清水寺、南禅寺、嵐山あたりはね
結構もう見頃を過ぎて散ってきているというのが、現状です。なんでもし紅葉に来られる方はぜひぜひ急いでいただければと思います。さあ、ここが永観堂の出入り口です。4時に受付が終了して、まだライトアップ続いてるんですかね。ちょっとわかんないですけど、ライトアップは12月1日までみたいですね。もう終わっているようです。こちらが永観堂でした。永観堂も本当に今が絶好の見頃です。ちょっと入り口からチラ見した程度ですけど、あんまり中の紅葉の状況も変わってなさそうでしたので、11月30日の動画の方を参考にしていただければと思います。めちゃくちゃ綺麗。永観堂のもみじめちゃくちゃ美しいです。まだ宇宙側が黄色なんで、この黄色の部分がこれから赤くなります。赤くなるとさらに綺麗になっていくので、ぜひぜひ永観堂に来る方は急いでください。続きまして永観堂から、次は哲学の道の方面に歩いていきます。ここから哲学の道です。哲学の道は本当に本当に哲学の道らしくて、どういうことかというと、京都大学の、先生がですね、哲学の先生が昔考え事をしながら歩いた場所のようです。なので哲学の道というふうに名前がついたようですね。日本の教科書にも載っているようなすごく有名な場所で、誰だったかな、ちょっと僕頭悪いんであんま覚えてないんですけど、確か夏目漱石でしたっけ。日本のお金にデザインされている人が確かここで何か考え事してたとか、そういう話を小学校か中学校の頃に勉強した覚えがあります。このね、哲学の道歩いてると結構いろんなね観光スポット、寺社仏閣があるようです。僕は正直あんまりその辺りは行ったことないんですけど、今日のね動画の中盤で、先ほどね紹介したいと言ってた隠れ家的なね紅葉スポットを紹介するんですけど、それはこの哲学の道の道中にあるわけじゃなくて、道中を少し曲がったところにあります。ちょっと哲学の道から外れないといけないんで、みんなあんまり気づかないんですよね。ということでこれが哲学の道なんですけど、もう哲学の道は入り口のもみじが完全に散ってます。とはいえまだまだもみじも残ってますんで、ここをじゃあ
この哲学の道を歩いていきたいと思います。哲学の道は両サイドにこうやってもみじが残っています。春になると桜も綺麗な道です。夏は緑が綺麗ですね。カモもいます。かわいい。水が透明すぎて見えます。なんか魚がいるんですかね。なんか食べてる。こんなに近くで見れるもんなんですね、カモって。かわいいな。隣に友達が2匹いるみたいです。行きましょうか。めちゃくちゃ綺麗ですよ。哲学の道はそんなに有料とかじゃないので、お金を払わずとも来ることができます。せっかくね、南禅寺に来られたのであれば、ぜひぜひこの哲学の道にも足を運んでいただきたいですね。めちゃくちゃ綺麗。なんだかんだ言ってザ・京都のチャンネルで哲学の道を撮影したのは今年初めてかもしれないです。今年じゃない、紅葉、今年の紅葉を撮影したのは初めてかもしれないです。美しいですね。いや美しい。夏場の緑のもみじも綺麗です。夏場の緑のもみじがですね、動画概要欄に貼っておくんで、そちらを見てみてください。やっぱり散り始めてます。こっちが、こっちの方はまだ残ってるんですけど、やっぱり先に赤くなったもみじはどんどん散ってきてますね。水泳とかそんな感じじゃん。でまたその散ってる葉っぱがこうやって川を流れてるのがいいですね。皆さん写真を撮ってらっしゃいます。それ実は、私のチャンネルザ・京都チャンネルはですね、僕のこのトークを、世界32カ国の言語に翻訳して、字幕を出すという動画を投稿してるんですけども、だからですね、結構外国の方がね見ていただいたりコメント返していただいたりしていただいてるんですけども、最近ちょっとその実は翻訳をAI を使ってね、独自に開発した AI を使ってやってて、実は僕
システムエンジニアで、そういうのを自前で開発して、世界32カ国の言語に自動翻訳するようにしてたんですけども、それに最近バグが見つかりまして、2つの字幕が重なって表示されるというバグを発見しました。そのせいでね、ここ直近10本15本ぐらいは、台湾の方とかね、アメリカの方とか、中国の方とか、字幕が重なって表示されて字幕が読めない状況になってたと思うんですけど、すいません、そちらの方はですね、最近修正しまして、そのバグをね直しましたんで、過去動画ね、僕のこのトーク今日本語で喋ってますけど、32カ国語に翻訳されて字幕が表示されていると思います。しかもしっかり重ならずにね、見にくくなく見やすく字幕が表示されていると思いますんで、字幕が読めなくて諦めてらっしゃった方はぜひ過去の動画ね、もう一度、申し訳ないです、ちょっとお手数をおかけするんですけど、もう一度ぜひぜひ目を通していただけると助かります。お、綺麗だ。めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗なところに着物ショップがあります。しかもカフェも併設されている様子。すごいな。ここもなんか綺麗ですよ。着物屋さん。うわ、あっちも綺麗だ。ここは大富神社、大宝神社、大豊みたいですね。大豊神社というみたいなんですけども、すごいです。めちゃくちゃ綺麗なもみじがあります。哲学の道はこういう風にね、歩いているといろんな神社に出くわします。でその出くわした先でね、こうやって綺麗なもみじに出会える、それが哲学の道のいい部分でもあるので、ぜひぜひ皆さん哲学の道を散策してみてください。結構ね、距離が長いので疲れちゃうかもしれないんですけど、ちょっとヒールとかだとね、あんまり合わないかもしれないんですけど、ぜひ皆さんスニーカーでね来ていただいて、南禅寺から銀閣寺まで歩いていただけるとまた違った京都が見れると思いますんで、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。この大豊神社、僕実は初めて来ます。どんな神社なのか全く分かんないんですけど、自分がね京都に来て南禅寺から銀閣寺まで哲学の道を通って歩いていると思って見ていただけると幸いです。ここにも綺麗なもみじがあります。なんかこういう隠れ家的な神社、いかがでしょうか。僕が座京都を始めたきっかけはですね、寺社仏閣京都にはたくさんあるんですけども、一部の場所になんというか観光客の方が集中して、自分の寺社仏閣をね修繕できないお寺とか神社がたくさん京都にはあります。それこそ清水寺とか、金閣寺だったりとか、
そういったところは観光客の方々がねたくさん来ていただけるんで、経営難陥らないと思うんですけど、やっぱりねこういうあまり配管料も取らずに、あまり観光客の方もね来ないような自社仏閣がね京都にはたくさんありまして、そのね自社仏閣を修繕できずに潰れていくというふうな事実をね僕は目の当たりにしまして、それを自分の力でどうにかできればいいなと、ちょっとね大変おこがましい話なんですけど、そういうふうに思いまして、だからですねザ京都チャンネルでは再生が回るような清水寺とか金閣寺であったりとか、そういうふうな場所だけでなくね少しマイナーな自社仏閣も動画として取り扱っています。初めて京都に旅行に来る方からするとそういった自社仏閣の情報っていうのはあまり必要ないかもしれないんですけど、京都を好きになっていただいてね、2回3回と4回と京都に旅行に来られる方からすると、むしろ金閣寺とか清水寺の方がちょっと物足りないと感じてしまうと思うので、ぜひぜひ僕のチャンネルでそういったねみんながまだ気づいていない、自分しか気づいていない自分の推しのね自社仏閣を見つけていただければと思います。ちなみに今実際にそこに向かっているんですけども、僕のね推しの自社仏閣があります。本当にあんまり雑誌とかにも載らなくて、そこも全然開いてないんですよ。そもそもクローズしてることが多くて、最近聞いた話によるとね土日しか空いてないという風な話をちょっと耳にした記憶があるんですけども、そこがね本当に綺麗で、紅葉の時期とかはなんか平日とかも開けていると噂を聞きはするんですけど、あんまりそういった情報が本当に表に全然出てこなくて、ただ僕は本当にそこに初めて行った時にすごい感動しまして、ぜひぜひ皆さんにねその場所を案内したいなと思いまして、今日はねこうやって哲学の道を歩きながら、哲学の道からちょっと少しそれて後ほどその場所にね足を踏み入れていきたいと思います。じゃあちなみに名前をようやくなんですけど、動画が始まってもうすでに20分ほど経ってると思うんですけど、このタイミングで今僕が向かっている隠れ家的なねお寺の名前を発表したいと思います。それはですね安楽寺と言います。安楽寺というのはですね、安く、いやチープ、安心するとかチープとかね、安心するって何て言うんだろう英語で、安心するとか安いとかの安と楽、要は楽しいとか楽とかの楽に寺と書いて安楽寺と言います。安楽寺はですね、ちょっと今もう皆さん気づいてるかもしれないですけど、今哲学の道からちょっと今外れまして、その安楽寺に向かってるんですけど、まずこの奥の画面中央奥のね山、マジで綺麗じゃないですか。もう嵐山ばりに綺麗なすごい大きな山が立ってますけども、このね麓にある神社でして、中にカフェがあったりとかもねするんですよ。本当に癒される場所で、結構僕それこそコロナの時にすごくいろんなこと悩みまして、その時にね僕に癒しをくれて、なんというか助けてくれた、そういった僕の思い入れの強いお寺になってます。僕はねあんまりその仏教とかキリスト教とか宗教はあんまりわからないんですけど、なんかやっぱお寺に行くとなぜか癒されるんですよね。でそういう風な場所を提供してくれているのが
安楽寺でして、その安楽寺は何がすごいかというと、まず紅葉がすごい綺麗なんですよ。紅葉がすごく綺麗で、その紅葉がねまた綺麗なだけじゃなくて、それが散った後階段が真っ赤に染まるんですよ。それが本当に綺麗で、なんか一部の人にはちょっと、一部のファンにはね、オタにはちょっとだいぶ好かれてる神社なんですけど、あんまりパンフレットとかで取り上げられることが少なくて、あんまり人もいないんですよね。だからなんか僕がこうやって宣伝してね、たくさん、うわ、ここもね休憩できるんですよ。なんか自販機とかもあったりして、こんな休憩所今京都市内にないですからね。さっき今カラスいましたけど、もうカラスも休憩してます。安楽寺見えてきました。あの綺麗なねもみじ、皆さん見えますか？画面中央の綺麗なもみじ、あの下に安楽寺へ通ずる門があります。おそらくね今日は平日なので開いてないと思うんですけど、開いてたらラッキー、開いてたらラッキーです。うわ、もうこの見てください、この床、結構やっぱ知る人ぞ知るみたいな感じになってるんですね。うわ、入れる、安楽寺入れる、入れる、やった、安楽寺入れます。いや、皆さんめちゃくちゃ綺麗じゃないですか、本当。というところで安楽寺から出ました。いやー、めちゃくちゃ良かった。安楽寺、運よく12月5日の今日まで開いてました。運よく、本当に運よく。もう最近は年間60日しか空いてないようなんで、もう本当にね、空いてるところに出会えたらもう運がいいです、めちゃくちゃ。いや、それもね、今この動画は散策動画なんですけど、南禅寺、永観堂、哲学の道、銀閣寺と歩いていくような散策ルートを今回紹介する動画を撮ってるんですけども、それとは別にですね、安楽寺だけに特化した、このね道中、ちょっと本当はね、もともと安楽寺も含めて全部もう一本の動画にしちゃおうと思ったんですけど、あまりにも安楽寺が美しすぎて安楽寺に長居してしまったので、安楽寺単体の動画と散策ルートの動画に分けて、本日の動画は2本構成にしていこうというふうな結論に至りました。そのためですね、この動画を見ていただいている方は、安楽寺は、この動画の中には含まれておりません。なんでね、動画の概要欄から、安楽寺の動画を URL をクリックしていただいて、安楽寺の動画を見ていただければと思います。ということで、安楽寺が終わりまして、散策ルートに戻っていきたいと思います。いやー、めちゃくちゃ安楽寺良かったですよ。ぜひね、本当に概要欄に動画、貼っつけておきますし、安楽寺の動画はね、多分おそらくこの散策動画よりも安楽寺の動画の方が動画の尺が短いので、先に安楽寺の方が先に動画が出されて、その後にこの散策動画がアップロードされていると思いますんで、ぜひね、皆さんこの動画を見ていただいた後に安楽寺の動画を見ていただければと思います。本当にめちゃくちゃ綺麗でした。もうね、感動です。本当に感動。もうぜひぜひ安楽寺の動画見てください。中のカフェの紹介であったりとか、そういうのもしてるんで、本当にね、安楽寺、もう空いてる安楽寺に出会えるだけでめちゃくちゃ運がいいです。ぜひね、次は来年の春にオープンするらしいので、来年の春になったら皆さん安楽寺めがけて、京都に旅行に来ていただければと思います。ということで、まだまだ哲学の道を歩いていきます。この哲学の道をまっすぐ歩いていくと、銀閣寺の参道に到着します。で、銀閣寺の参道にはですね、なんかいわゆるその清水寺の参道みたいな感じで、
なんかフィンガーフードのお店があったりとか、いろんなお店があったりするんで、それもね楽しんでいただけると思います。いやでも相変わらず本当に哲学の道のもみじは綺麗ですね。哲学の道、手作りお菓子のお店ポム。確かここの店主は英語が喋れるんですよ。このおじいちゃんめちゃくちゃ元気なおじいちゃんで、一人で営業してらっしゃるんですけど、英語が喋れるんです。なんかよく外国人に喋りかけてらっしゃいました。実は僕はまだあのカフェには一度も行ったことがないんですけど、あのおじいちゃんが優しくていい方だということだけは知ってます。もしあのカフェに行ったことがある方いらっしゃいましたら、コメント欄にコメント書き込んでください。この辺りになってくるともみじがだいぶなくなりましたね。桜の木ばっかりです。多分春先はめちゃくちゃ綺麗なんでしょうね。僕も何度か、確か今年の春もここの哲学の道の桜の撮影来た覚えがありますし、動画にした覚えがあるんですけど、本当にその時はめちゃくちゃ綺麗だったと思います。哲学の道はですね、紅葉が綺麗だったり桜が綺麗だったりするのは当然のことなんですけど、本当におじいちゃんおばあちゃんのね、なんか体力維持のための散歩ルートとしても有名で、結構なんかいかにもスポーツするだろうなっていうスポーツウェアを着たおじいちゃんおばあちゃんが散歩してらっしゃいます。でたまにねカモとかいるんで、そういうね動物に癒されて散策することができると、そういう道です。ちなみに今こうやって桜はつぼみになってまして、このつぼみがですね春になったらピンクに花開きます。それがまためちゃくちゃ美しいんで、春になった時もねこの哲学の道はすごいいい場所なんで、ぜひぜひ皆さん来てみてください。ちなみにその桜に似た植物に、梅という植物がいます。梅もね桜同様綺麗に咲くんですけど、梅は、本当に桜はピンク色というよりかは薄ピンクなんですけど、梅は真っピンクと、なんか結構ピンク色が強いピンクです。で梅の咲く時期はですね、実は今なんですよね。12月ぐらいに梅って咲くんです。なんでなんかその結構紅葉が終わったらその時期にね京都に旅行に来た方は紅葉の次は梅ですんで、梅が見れるね寺社仏閣を探していただければと思います。ちょっと僕パッと今ここっていう場所が思い浮かばないんですけど、ちょっともしご存知の方がいたら、梅で有名な寺社仏閣ご存知の方いたらぜひぜひコメント欄に書き込んでください。さあそんな話をしていたら
銀閣寺の参道に着きました。さあさあ、これが銀閣寺の参道です。日本というか京都には金閣寺と対をなす、銀閣寺がありまして、金閣寺がね、金金でもうすごい金色に輝いてるんですけど、だからね、銀閣寺も銀色に輝いてるんじゃないかと思う海外の方いらっしゃるかもしれないんですけど、銀閣寺はですね、銀色には輝いていません。なんか教科書にはなんか噂レベルのことが書いてあったんですけど、僕が小学校中学校の時に勉強した時に聞いたのは、なんかその銀閣寺建てる時にあんまお金なかったから銀色に輝かすことができなかったと、そういう風に聞いたりもしたり、なんかお金はあったけどあえてやらへんかったとか、そういう風な話を聞いたりします。で、銀閣寺はすごい紅葉のスポットとしてもかなり有名な場所で、だからね、今こうやって参拝客の、方がたくさんいらっしゃるんですけど、銀閣寺紅葉がすごい綺麗みたいなんで、ぜひぜひ行ってみてください。今年はね、かなり紅葉が遅れてるんで、例年であれば12月上旬というのはもうほぼほぼ紅葉が終わってるんですけど、今年は紅葉が遅れてますんで、今週いっぱいぐらいまでは全然綺麗なもみじが見れると思います。なんでぜひね、観光に来た方、銀閣寺に行ってみてください。道中タバコ吸うの禁止ですからね、外国の方はダメですよ。Sorry, no cigarette. No, no. ということで銀閣寺に到着しました。銀閣寺はすごい広いです。銀閣寺の入り口のもみじはこんな感じです。すごい綺麗です。今日はね、銀閣寺の撮影はしないので、ぜひ銀閣寺にね、興味のある方は足を運んで自分の目で見ていただければと思います。ということで、今日の散策動画をここら辺にして終わりたいと思います。今日の動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。コメントも動画作りの励みになりますのでよろしくお願いします。ぜひコメントを書いていただく際は母国語で書いてください。英語でも中国語でも何語でも大丈夫です。母国語で書いてください。で、ここのね、紅葉状況チェックしてほしいよとか、そういうリクエストがあればぜひぜひ、リクエストをコメント欄に母国語で書いてください。ということで今日の動画はこれにて終了したいと思います。皆さんありがとうございました。バイバーイ。